皆さんこんにちは。おなおドーナツの時間始まりました。最近皆さんお元気ですか？暑いですけれども、なんか具合悪いとか言ってる人が結構たくさんいて、心配してます始まっちゃった。今日は焼きドーナツ作っていこうと思います。で、今日はまずブリオッシュ生地を作っていこうと思います。で、カスタードクリームをブリオッシュ生地で包んで、焼いていくので、それはつまり、クリームパンそうだからクリームパンと一緒なんですよ。ただ今日私が参考にした海外の動画のその先生が焼きドーナツだというふうにおっしゃっていたので、私もそれに倣って今日は焼きドーナツと言うんですが、だからこうなってくるとですよ、皆さん、焼きドーナツって何っていう話じゃないですか。ちょっとこれ話してもいいですか？だから焼きドーナツなんてものが世の中に存在するのかっていうのを私はずっと疑問に思ってて、だから存在はするよいや、してるもうしてんねんけど、ドーナツって調べたらなんかね、小麦粉を油で揚げたものを言うみたいな感じやから、日本でなんか浸透してる真ん中に穴が開いたアメリカのドーナツの感じだけじゃなくて、もっといろんなものが世界中にはあるから、やっぱそれをまとめてドーナツって言ってるから、焼いてもたらもうそれはパンなんじゃないって私は思ってるんですよ。で、こんだけごちゃごちゃ言ってさ、お前今日焼きドーナツ作るんかいって作ります。なぜ作るかって言ったらね、美味しそうだからよ美味しそうだったからもうさ、いいの、そんな細かいことはどうでもいいんですよ。美味しそうなら OK ということで今日は作っていきたいっていうのと、もう一個はその先生の作り方がね、すごいちょっと変わってて、その作り方一回ちょっと試してみようっていう感じだったので、ちょっと挑戦してみようかなと思いました。はい、ここまで来まして、生地ができました。このまま丸めて焼けばブリオッシュですし、丸めて揚げればドーナツになるかと思いますが、今日は焼きドーナツ作っていきます。で、変わった作り方っていうのが、まずね、こう平べったく伸ばすんですよね。はい、これは伸ばしすぎましたちょっとなんか調子に乗ってたらすっごい大きく伸ばしすぎたんですが、まあ伸ばしますと。で、丸い型何でも家にあるやつ何でもいいと思うんですけど、極力ね、もっとしっかり丸く綺麗に開けれる方がいいと思います。私このマフィン型しかなくて今一生懸命開けてるんですけど、ちょっとねちゃんと切れてないんですよ、生地が。はい、こんな感じで出来上がったんですが、見てはお分かりの通りですね、切れてないんですよね。そう。皆さんはちゃんとなんかこう切れる丸いものでくり抜いてみてください。で、何をしていきたいかって言ったら、このくり抜いた生地と中にクリームを置きまして、どら焼きみたいな感じでまた生地を上から重ねまして、クリームパンみたいなもうクリームパンって言ってもってるけど、焼きドーナツを作っていきたいんですね。で作っていきたいんですけど、もう切れてなかったからなもうぐちゃぐちゃよ違うね、やりたいことは伝わってますよね。こんなぐちゃぐちゃにしたかったんじゃなくて、とにかくシンプルに丸くくり抜きたかったんですが、ちょっとね丸くできなかったんで、こんな感じになっちゃいましたと。はい、とりあえずねできましたので、この中にクリームを絞っていきますと。最終的にちょっと待ってもう今
今日さ穴開いちゃったね。もう全然なんかうまくいかない時ってありますよね。なんかね新しく入れてきました。で、中にクリームを絞りまして、で上からまた生地をかぶせてもう一回、丸いのでくり抜くんで、そんなにねだからまたまた破れて、もう横から出すっていうね。はい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 、ごめんなさい。ちょっと話が進みませんね。ちょっとね何をやりたいかって言いますと、ごめんなさいね、ほんと皆さん聞いてりましたよね。そうそう、生地をもう一回こうやってかぶせて、でもう一回この上から丸いのでくり抜くと。そうだからね、その最初綺麗な形じゃなくてもいいやっていう感じだったんですよ。伝わりました最後にこれで抜くからね。でこの周りの生地をちょっと取りまして、はい、これで完成と。これがドーナツということでございますごめんなさい、なんか今日グダグダしちゃったはい、やっとここまでできました常温で30分置いていきました。やっぱりねこのやり方ちょっとあれかな。これはつるっとしてるじゃないですか。こっちね一回くり抜いたやつをもう一回まとめて生地にしてやったやつはこんな感じで、もうなんかヨレヨレベタベタってなっちゃいましたね。まあ仕方がないですということで牛乳を塗って、こっからなんですけど、なんかねすごい変わった飾りといいますか、海外の方やられてたんで、上にねカスタードクリームを格子状に置いていきます。いやー、なんか今日はなかなかうまくいかなかったですね。この絞り袋も結局3つ目ですからねまあまあうまくいかない日もあるでしょうということで、のんびりやっていきたいと思います足りませんでした、クリームが。ということで、奥の3つはできませんでしたが、もういいでしょう今日はのんびり、焼いていきますさて今日はどうなりましたでしょうかと。いやあんなにグダグダしたのに可愛いんじゃないですか。なんかちょっとこう独特のね、やっぱアレンジと言いますか、この格子状のカスタード、やらない方が良かった。粉砂糖のいつものやつですねちょっとこうドーナツっぽくしたくて粉砂糖振ってみましたけど、やらない方が良かったですね。それはいいとしました。今コロンとしたのが残りの生地でブリオッシュ焼いてみましためちゃくちゃうまくできましたこっちの方はうまくできましたということで、ちょっと焼きドーナツですね。早速いただいてみようと思います。ちょっと中身まず見てみます。はいと。なんかね、やっぱふんわり感はちょっとないですね。あんだけこうやっぱペラペラっと何回も伸ばしちゃったからかな。いただきます。味はまずですね、この薄くしない方が良かったです。今画面にあるぐらいの厚さでくり抜いたら良かったのかなっていう感じの生地になってますね。ただ味は美味しいです。で、あとですね、何気にカスタードクリームに私最後レモン汁入れたんですけど、レモンカスタードにしたのに焼いてしまったのでレモンの風味どっか行きましたねレモンを入れるなら焼かない方が良かったかもしれないです。本日のまとめさせていただきたいと思います。まず作り方に関しては、今日の作り方は大変めんどくさいということでクリームがはみ出ようが何しようが普通にクリームパンを作る方がいいんじゃないかなと思いました。
味に関しましては、揚げた方がやっぱり美味しいということでもうはい、皆様参考になりましたでしょうか。ということで本日の動画はここまでとなります。いつも本当にご視聴ありがとうございます。また見てね。バイバーイ。